今回は初めてパンを作る人のための動画です。この2種類の生地さえ覚えればアレンジ無限です。基本の流れと2種類の基本生地の作り方を解説します。おうちパン作りでは基本の2つの生地を覚えれば OK です。それがリッチな生地とリーンな生地。作るプロセスはほとんど変わりませんが、材料とその配合で見た目も味も全く違うパンになります。さあ、おうちパンレッスンを始めましょう。リッチな生地は砂糖やバター、卵が配合されているためボリュームが出やすく、ふんわり柔らか、ほんのり甘い味で表面は美味しそうなきつね色に焼き上がります。リッチな生地ではお惣菜パンや菓子パンが作れます。リーンな生地は焼き上がりのいい香り、外はパリッ、中はふんわり、砂糖が少なく甘さも控えめなので小麦の味が引き立ち、テーブルパンとして食事と一緒に提供するのに適したパンです。リーンな生地ではテーブルパンや食パンが作れます。はじめにパン作りの基本の流れを確認しましょう。計量です。材料を測ります。次に生地をこねます。一次発酵です。温かいところで生地を膨らませます。分割します。生地を傷めないようにカードで切ります。レンチタイムです。生地を休ませます。成形します。パンの形を作ります。二次発酵です。温かいところで生地を再び膨らませます。焼成です。美味しいパンの出来上がりです。では、リッチな生地を作っていきましょう。リッチな生地の材料です。材料 A と B を2つのボウルに分けます。ドライイーストと砂糖は隣同士に配置します。分量は説明欄に記載しています。ドライイーストから離した位置に卵を入れます。水はドライイーストに向けて入れます。水の温度はほんのり温かいぐらいが適温です。とろみがつくまでよく混ぜます。はじめはダマっぽくなっていますが、徐々に滑らかになってきます。材料 B を加えて混ぜます。ヘラで全体を混ぜ合わせていきます。ボウルの周りについた生地も集めながら混ぜます。ひとまとまりになるまで混ぜたら、ヘラについた生地を取り、スケッパーを使って生地を取り出します。生地をこねます。台に軽くこすりつけるようにこねます。左手で生地を押さえながら右手で生地を伸ばします。左利きの方は逆になります。生地をこねるときは上から押さえつけるのではなく、遠くへ伸ばすようにしてこねます。あまり力を入れすぎないように注意してください。生地がべたついていますが大丈夫です。台の上に生地がくっついてきたら、スケッパーで生地を集めます。どうしても生地がべたつくのが嫌だという方は、水を 10g 減らしてください。生地がべたついてきたら、叩いてまとめていきます。生地を叩くときは右手で生地をすくうように持ち、台の上に叩きつけます。叩いた面が上に来るように生地を奥に転がします。もう一度はじめと同じように生地を伸ばしながらこねます。
この叩きごねと伸ばしごねを使いながら生地を完成させていきます。徐々に生地に弾力がついてきます。生地の状態を確認します。薄く伸ばして裏から押しても切れなければこね上がりです。表面を張らせて丸めます。丸めた生地の表面がつるんとしてピンと張っている状態になります。ボウルに入れラップをかけて発酵させます。生地が乾燥すると成形がやりづらくなったり、焼成時も生地が伸びることができず、食感や見た目が損なわれます。ラップをかけて乾燥を防ぎましょう。一次発酵です。温かいところで生地を膨らませます。オーブンの発酵機能を使う場合は40度に設定してください。発酵の状態を確認します。強力粉を指につけ、生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ発酵完了です。拳で優しく生地を押し、ガスを抜きます。スケッパーを使って生地を取り出します。分割します。生地を8等分にします。計量して重さが均一になるようにします。重さが極端に違うと焼き上がりにばらつきが出てしまいます。生地が残ってしまったら小さい生地を8等分にして大きい生地にくっつけます。丸めです。手のひらで生地を押しガスを抜きます。生地の表面を張らせて底を指でつまんで閉じます。表面が張るように折りたたみ、90度角度を変えて同じように折りたたみます。裏返して生地が集まっているところをつまんで閉じます。生地の表面のきれいなところが外側に来るようにして丸めましょう。ラップをかけて常温で10分ほど休ませます。弾力が強くなった生地を休ませ、緩ませる時間をベンチタイムと言います。成形です。先ほどと同じように丸め直します。今回はリッチな生地とリーンな生地の比較なので丸め直して焼きますが、具材を入れる場合はここで包みます。天板の上に間隔を空けて並べます。ラップをかけて温かいところで発酵させます。オーブンの発酵機能を使う場合は40度に設定してください。発酵が終わると生地はこのように膨らんでいます。オーブンから生地を出したら180度に予熱します。予熱が完了したら15分焼きます。焼き上がりはこちらです。
こんがりきつね色に焼き上がります。焼き上がったらクーラーの上に乗せて冷まします。次はリーンな生地を作っていきましょう。材料 A と B を2つのボウルに分けます。分量は説明欄に記載しています。ドライイーストに向けて水を入れ、とろみがつくまでよく混ぜます。水の温度はほんのり温かいぐらいが適温です。材料は違いますが、混ぜ方はリッチな生地と同じです。ダマがなくなってとろみがついてきました。材料 B を加えて混ぜます。ボウルの周りについた生地も集めながら混ぜます。ひとまとまりになったらヘラについた生地を取り、ボウルから生地を取り出します。こびりついた粉や生地もすべて材料のうちです。できるだけきれいにこそげ落として大きな生地の塊に混ぜ込みましょう。生地をこねます。台に軽くこすりつけるようにこねます。左手で生地を押さえ、右手で伸ばします。こねるところが同じところばかりにならないように、生地を回転させながらこねます。生地が硬いときはここで水を足しますが、今回は初めてのパン作りなので、水分量の調整は省略します。徐々に生地がまとまり、表面が滑らかになってきます。生地を叩きます。生地を叩くときは、右手で生地をすくうように持ち、台の上に叩きつけます。叩いた面が上に来るように、生地を奥に転がします。表面を張らせて丸めます。ボウルに入れ、ラップをかけて発酵させます。オーブンの発酵機能を使う場合は40度に設定してください。発酵の状態を確認します。強力粉を指につけ、生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ発酵完了です。拳で優しく生地を押し、ガスを抜きます。スケッパーを使って生地を取り出します。生地の形を丸く整えて分割します。分割する前に全体の重さを測っておきましょう。8等分にした時の1つの重さを計算します。計量して重さが均一になるようにします。分割するときは生地を傷めないようにスケッパーを使いましょう。生地が乾燥するので手早く行います。時間がかかりそうなときはラップをかけながら分割しましょう。丸めです。生地の表面が張るように側面の生地を底へ持っていきます。
裏返して集まった生地をつまんで閉じます。ラップをかけて常温で10分ほど休ませます。成形です。軽く叩いてガスを抜き、丸め直します。天板にオーブンシートを敷き、間隔を空けて並べます。ラップをかけて発酵させます。オーブンの発酵機能を使う場合は40度に設定してください。生地を出すと大きく膨らんでいます。茶こしで強力粉を振ります。クープを1本入れます。この仕上げをしている間に180度にオーブンを予熱しておきます。180度に予熱したオーブンで15分焼きます。焼き上がったらクーラーの上に移して冷まします。外はパリッと焼き上がり、中はふわふわです。今回はこれだけ覚えればアレンジ自在の2種類の生地のレシピをご紹介しました。この2種類をマスターすれば何百種類ものパンが焼けます。まずはじめに覚えておきたいですね。ここからはよくある質問にお答えします。材料の強力粉って小麦粉じゃダメ？何が違うの？という質問です。強力粉は小麦粉の種類です。小麦粉は薄力粉、準強力粉、強力粉という区分に分類されます。これは小麦粉に含まれるタンパク質の量で分類されています。パンを作るときはタンパク質の量が多い強力粉を使います。パンはどうして膨らむの？という質問です。イーストはパン生地に含まれる糖を分解してアルコールと炭酸ガスを発生させます。その炭酸ガスの作用でパン生地が膨らみます。ぬるま湯をイーストに向けて入れるのはなぜ？ぬるま湯ってどれくらいの温度？という質問です。ぬるま湯をイーストに向けて入れるのは水がイーストの活性化を助けるからです。ぬるま湯は人肌程度の温度が適温です。こんなパンの動画を作ってほしい、このレシピを教えてほしいなど皆様からのリクエストをお待ちしております。私が作っているパンは説明欄にインスタグラムのリンクがありますので、そちらからぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。